かも。いいんじゃないでしょう、これが明るさって。黒を合わせるとさ、ちょっとグラデーションっぽい。仲間外れって思う。4割ぐらいの人は、毛糸がどんどん溜まっていきます。こんにちは、ミジュリーです。今日のテーマはトーン。色の組み合わせの基本がわからないという質問に答える回です。今日も色のプロフェッショナルちーちゃんと一緒に楽しくわかりやすく解説していきます。ちーちゃん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。トーンって聞くと難しそうに思う人もいるかもしれないですが、今日は、表を見ながら分かりやすく説明していくので、最後まで見ていただけると嬉しいです。じゃあ早速行ってみましょう。はい、じゃあまずトーンを合わせるといいよってよく聞くけど、トーンって何って話だと思うんだよね。ちーちゃん、トーンって何ですか？はい、簡単に言うとトーンっていうのは、雰囲気が同じグループのことを言います。でもちょっと分かりづらいよね、雰囲気って言われてもね。なのでちょっとそのね、雰囲気を分かってもらうために、明るさと鮮やかさっていうのの説明をちょっと簡単にさせてもらおうかな。お願いします。はい、明るさっていうのは、もう本当に文字通り明るいとか暗いとかっていうことなんです。例えば、そうこんな感じで、この2つがあったら、こっちが明るい、こっちが暗い。比べるとね、この2つを比べるとこっちの方が明るくてこっちの方が暗い。これが明るさっていう考え方になります。でもう一つの鮮やかさっていうのは、鮮やかさが強い方がこっち、鮮やかさが弱い方がこっち。鮮やかなのかちょっと地味めなのかみたいな感じで考えてもらってもいいかなと思います。この明るさと鮮やかさっていう考え方がベースにあって、で明るさが例えば明るくって鮮やかさが弱いとふんわりトーンになりますよ。明るさが弱くて鮮やかさも弱いと力強いっていうトーンになりますよ。もう一個別のでやってみると、明るさは真ん中ぐらい、鮮やかさはとっても強い、ってなるとポップっていうトーンになる。こんな考え方で必ず明るさと鮮やかさの特徴をどっちもこう合わせるっていうのがそのトーンっていう考え方になります。合わせ持ってるってことね。その2つの性質を合わせ持って色ができているって考えてもいいかな。明るさと鮮やかさの違いが分かりづらい。どうやって見たらいいとかある？はい、鮮やかっていう言葉の方がみんな正しく理解できてる人が多くって、鮮やかっていうのは、こういうのとか、こういうのとか、そうだよね、なんか原色に近いっていうイメージ、パキッとしてる色の発色が強い、これが鮮やかっていう色たちになります。ミジュリーさんの作品とかにも多く出てくるかな。よく使う。ね。私は割とこういうのが好きで、よく使う。これが鮮やか。で、明るいっていうのは何かというと、色が薄い。もう白がいっぱい入ってるみたいな感じ。優しくて可愛い。白に近いって感じなのかな。そう、白に近い。ふわふわっとした感じのね、薄いこういうやつです。明るい。こういうのが明るいっていう色になります。これをね、4割ぐらいの人はこういうイメージじゃなくって、やっぱさっき言った鮮やか、明るい、そうこっちが明るいと思ってる人がいる、結構多い、この割合は。ちょっとごっちゃになりやすいね、明るい色と鮮やかな色ってね。鮮やかな色っていうのはね、その似た言葉で言うと、元気とか強いとか、ビビッドとかね、そういう本当になんか力強さもある感じ。でも明るいっていうのは
薄いとか優しいとか、うん儚いとか弱いとか、その辺がグループのキーワードなので、すごくふわふわっとした白に近い色と思ってもらったらいいです。ここちょっと切り離して考えてもらうといいかと思います。ここがねちょっと分かりづらいというか、こうね区別しづらいところかなと思うので、今の説明分かりやすかったんじゃないかな。明るい、明るい、こっちは明るい、鮮やかこっちは鮮やか。です。はい、じゃあ、実際にこの毛糸を使ってトーン別に分けてみようかなと思います。今回も浜中さんのアメリーという毛糸を使ってやっていきます。よし、じゃあ行ってみよう。はい、どこから行きますか。ポップから分かりやすいやつからいこ一うかな。番わかりやすいのから行こうか。はい、ポップ、ポップ、ポップでね。はい、ポップ、ポップ。はい。あ、いいんじゃないでしょうか。はい、はい。迷ったら次のトーンに行くから。そうね。これはこれ、この後こちらも入れとくね。なんかちょっとおとなしくなってきたから、こうなると元気さで浮いてそうなやつがなければ、もう次のトーンに行っても OK。その子も入れててもいいね。怪しいもんね。そうだね。こんな感じで一旦くらいかな。行きましょうか。はい、ポップね。はい。次。じゃあ、こっち行く。そうしようか。ちょっと離れた方が分かりやすいもんね。ふんわりいってみる？ふんわりいってみよう。はい。まずこれ、ふんわり絶対ね。はい。これもふんわり。ふんわり。あ、いいね。ふんわりは分かりやすい。ちょっと待って、私これもふんわりでいいか。一旦入れてみようか。この辺は、ふんわりしてみようか。ね。はい。こんなぐらいにしとくか。じゃあ、またちょっと違うやつで、この力強いいきましょう。力強い。濃いやつ。そうね。これとか。全部一旦入れてみようか。そうね、迷うところ。ちょっと浮くなと思ったら別のグループに回してもいいし、一旦そしたらそれでこれぐらいかな。じゃあですね、あとはまあこの3つ。今これやったから、じゃあフレッシュいこうかな。フレッシュこポップほどじゃないけれども、色味がまあ分かりやすいよみたいな、なんか鮮やかだよみたいな。で、明るさもあるってことだね。そう。でもこの辺がだからそうだね。これもこうか。この辺とか。こっち入れてもいいかなみたいな。これその子がちょっと悩ましいんやな。ちょっと下でもいい。そうだね。フレッシュ。これもそうやね。どっちね、なんかね、愛の子みたいな感じだけどね。今回6個のグループなので。まずい、これ、この子もなんか、ここの間ぐらい、それね、間にしとこうかな。オッケー。そしたら次はしっとりいってみましょう。しっとり。しっとり。こういう中間が難しい感じがするよ。しっとりか深みかで振り分けてもいいかも。確かに。深みの方がさらに色がそうだね。濃い。そう鮮やかってことだね。じゃあ一気にいってもいい？いいよ。深み。間。そうやな。悩ましい。こっちかな。あ、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。そうだよね。この辺の子はちょっと難しいよね。ちょっと難しいとこもあるね。まあこっちに入ってもおかしくもないけど、ね、ちょっとどっちにどっちかって言ったらまあこうでもいいかもな。確かに。こうしとこうか今回は。そうだね。そうだね。まあこれいいんじゃない？ね、グループに分けてみるとこんな感じです。こう全部が一緒にわーっとあると、こう特徴が浮き彫りにならないけれども、今回見せてもらっている毛糸はこうやって6つのグループに分けると、こんな感じで分かれましたね。同じこうなんていうのトーンか、トーンのものはこうまとまりがあるっていうのが分かりやすいよね、こうやって見ると。そうやね。なんかこうこの塊の雰囲気みたいなものがねあるから、それぞれ違うっていうのがね。そう。例えばこれがこの中に入ると、これだけちょっと浮くし、これだけ浮くし、これがトーンが違う。これはちょっと似てるけど、確かにね。
まあ近いトーンは浮きが小さいってことやね。ここに行くとやっぱりちょっとこれだけ目立っちゃう、目立っちゃうっていうのが、こうやって見ると分かりやすいよね。確かに、遠いところに行くとやっぱこうね、一個だけ仲間外れ感が出るので、でもこれ仲間外れって思うか、アクセントって考えるかなので、まあちょっとなんか単調やな今私の使っている毛糸たちって思ったら、違う距離の遠いトーンを持ってくるっていうことをしてもらっても、それだけでねアクセントができたり、雰囲気がガラッと変わったりするよっていうことになりますね。ちょっと皆さんのお手持ちも分けてもらっても面白いことが見えてくるかも。確かに今の作業結構、この作業をなんとなく自分の頭の中でしてたかもって思った今。そうだね。作る時に。だからね、これがまあ頭の中でするにはちょっとまあ時間がかかるかもしれないけど、実際手を動かして、こういうものを参考にしながらやってもらうと分かりやすい。分かりやすい。で、次にどういうグループのトーンのものを買うと自分の作品にちょっとこう新しいエッセンスが入ってくるかっていうのも見えてくると思うんで、そうだね。この作業ねちょっと楽しいし、いいと思う。お店で買う時もだからこういうのを思い浮かべてやると、まあ合いやすいね、まとまりが出やすいかなって思うね。思う。じゃあいくつかトーンを基準にちょっと配色のパターンをお見せしようと思います。見たい。教えてほしい。そうやね。じゃあせっかくこの今日トーンっていうお話をさせてもらっているので、そのトーンのイメージとか雰囲気っていうのがもう一番伝わる配色の組み方っていうのは、例えば3色の毛糸を使いますってなった時に全部同じトーンで選ぶっていうことをしてもらうと、例えばこれふんわりトーンね、同じトーンの中から3色選ぶってことね。そうするともうふんわりっていう感じがすっごい出るので、まあ失敗がないね。失敗ないよね。まとまるもんね。まとまる、そのトーンの印象がすごい濃く出ます。この同じトーンの中だとどの色を選んでも合うって感じだもんね。まとまる、ふんわり。どの3色でもいけるって感じ。とてもふんわり可愛い感じになりますね。例えばこれを違うトーンでやると、じゃあポップでいこうか。ね、ポップです。ポップにまとまる。色を変えても、どうしようかな。ポップです。これぐらい。ポップにいける。例えば、まあ深みのトーンを使ったとしたら、深みのあるイメージがすごく伝わるかな。あんまりねこうふんわりとかポップっていう感じじゃないもんね。深み、ちょっと落ち着いた感じになるね。なるね。色変えてもちょっとこう落ち着いた深い感じですかね。いいね。こんな感じで、そのトーンの中で色を選んでいくっていうのは、失敗しにくいし、そのトーンの持ってる雰囲気がダイレクトに伝わるっていうような合わせ方。で他にも、例えばこう挑戦してもらいやすい配色の方法をお伝えしたくって、例えばだけどじゃあ青系で作りたいなってなった時に、あえて違うトーンからこう青系みたいなことをしてもらうと、グラデーションっぽい、青のグラデーションできます。これ例えば色を変えて他の色でもやってみると、ある色で考えるから、紫系だったらこんな感じ。紫のグラデーション。同じ色だけど紫っていう同じ色だけど、
トーンが違うトーンからが違う。ちょっと動きが出て面そう白いよそうそうそうね。そんな感じ、うん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 でも単色とはちょっとね違う雰囲気が出せると思うので、うんまとまるしね。まとまる、うんうんうんこれも失敗しない方法ですね、色選び、なるほど。こんな感じで組んでもらうと、まず失敗はないし、ね、合わせやすい色選びができるのでおすすめです。はい、最後に視聴者さんから送っていただいた毛糸のコレクションの写真を見ながら好みや系統分析をしていきたいと思います。皆さんも自分の持っている毛糸と照らし合わせながら見てみてくださいね。まずこちらゆかさんの毛糸コレクションから見ていきたいと思います。はい、ゆかさんすごいいっはぱい。すごいたくさんお持ちですね。どんどん今日のトーン6つの、ふんわりとかねしっとりとかありましたが、グループに合わせて見ていくと、そうですね、ボリューム的にはこうしっとりとか、深みとか力強いしっとり深みあたりが結構多めかなっていうふうに思います。で、それ以外のねトーンもあります、あるんだけれども、ちょっと多いのがそのあたりの落ち着いた感じ、でそうね、トップは結構色がもうそのままバーンと目立つので、こういろんなところにね入ってきてる、時々あるね、蛍光っぽいのがあるね、元気な色がね、あるし、あとふんわりもね、あります。実は結構、点在してるかなっていうふうにも思う。強いて言えばフレッシュがちょっと少なめかなっていう感じ。なので、この割合的に落ち着いた感じのトーンが多いので、ベースのイメージとしては、落ち着き系、多いね、多いと思います。でポップよりもそうね、フレッシュちょっともしね今後何か増やそうかなと思われた時に、フレッシュっていうトーンに当てはまるのを増やされると、ちょっとこう作風がね変化が出るかなと思ったりもしますね。はい、なんかこのなんかヘビ柄みたいな、これヘビがいますね。なんだろうね、もう何やろう、毛糸ではない布かな。これは、ぐるぐるのやつは、これは段染めの毛糸って言って、糸の途中から色が変わってる毛糸、それをぐる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 巻いてある状態なので、こういう感じに上から見るとこういう感じに見えてるんだけど、編むと途中で色が変わって、面白い毛。こういうその段染めの毛糸とか、あとその一色じゃなさそうな毛糸とかは、同じトーンっぽいものもあれば、多分そうじゃないものもあると思うので、もしね配色に困るっていうことであれば、単色のものを組み合わせていくっていうところから、練習してみるといいかもしれないですね。確かにこういうのは難しいかもね、なんかいろんな色混じってるから、今日の内容を生かすのであれば、例えば、トーンがまだ同じだったら、合わせる他の毛糸も同じようなトーンを選んでもらえば、失敗は少ないかなと思います。はい、じゃあゆかさんから質問が来てます。ケークヤンや複数、ケークヤンってさっきの段染めみたいな途中で色が変わってるやつ。ケークヤンや複数色入っている毛糸が好きでよく買うのですが、色合わせがうまくいきません。さっき言ってたやつだ。多色入っているので、モノトーンに合わせる中の色を拾う、色のトーンを合わせてみるなど、やってみているつもりなのですが、なかなかピンとくる組み合わせが見つかりません。そもそも多色入りはそのまま編むのが良いのかもしれませんが、多色の時の組み合わせの法則みたいなのがあれば知りたいです。はい。ですね、これは、ちょっとさっきちらっとお話ししちゃったその、同じようなトーンの毛糸を合わせるっていうのは失敗が少ないんですけれども、さらに、そうね、迷いなくやろうとすると、そのもともと複数色入っている色
と同じ色の単色の毛糸を足す、これは失敗しないやり方ですね。そのお洋服でもよくあります。多色使いのワンピースに靴とかバッグ何を合わせますかみたいな時に服に入ってる色と同じ色を合わせましょうみたいな考え方でやってもらうっていうのもいいと思います。で例えば、その配色の数っていうのは色数が多くなるとやっぱりどうしても難しくなっていくんだけれども、例えばここに書いてもらっている複数色入っている毛糸が2色の場合、もう1色足しても3色だよ、みたいな時には、書いていただいているようにそのモノトーンを合わせるっていうのもいいと思います。でその時にね、今日ちょっとモノトーンは登場してないんですけれども、そのトーンと近そうな雰囲気のモノトーン、そのトーンと例えば複数色の毛糸が、さっきの6つのトーンで言うと、ふんわりだったよとします。ふんわりのトーンの、毛糸に何のモノトーンを合わせようかなってなった時に、ここにちょっと黒を合わせるとさ、ちょっと浮くというか、全然雰囲気違うやん。なのでその時はふんわりしてそうな、この辺までがギリギリかな。この辺を合わせてもらうっていうのは失敗しにくいモノトーンの合わせ方になるよね。でも同じモノトーンでもここにちょっと黒入れると若干仲間外れ感は出る。確かに。それでもね素敵な組み合わせになる場合も多々あるんですけれども、失敗なくいい感じにしようと思った時には同じような雰囲気のモノトーンを持ってきてもらうっていうことをするといいかと思います。次、ニックネームかなさんの毛糸コレクション。はい、これはすごいいっぱいあるね。そうよね、量がたくさんで、いっぱいある。で量に対して、トーンは、結構ねこのトーンに集中してるなみたいなのがいくつかありますね。なんかね、好きなトーンがありそうだね。例えばこの辺白っぽい感じ、ふんわりに近かったりもするし、ふんわりトーンに近かったりもするし、この辺はしっとりかな、左のあたりね。確かに。ここら辺は力強い感じ、鮮やかさが低い、弱いそう目の色が結構多いね。そういうのが好きなのかな、かなさんね。かもしれないね。だから鮮やかなやつ結構黄色系とかね、でちょっと少し青の強いのとかあるけど、その辺の割合は少なめで、全体的には鮮やかさが弱めな、色の発色があんまり出てないものが、お好みか、そうね、なんか作りたいものがそういう色なのかもしれないね。なるほど。はい。で、かなさんの質問を言ってみます。もともと色合わせのセンスが全くなくて、YouTube など見て編む時も単色で編むか、動画で紹介している色のまま編むことが多くて、追加で新しく毛糸を購入するので、毛糸がどんどん溜まっていきます。そういうことなんです。もしかしたらなくなるかもと思って多めに買ってしまうので、この色には、こういう系の色には、こんな色を合わせるといいっていうのが分かれば、家にある毛糸で組み合わせて編むこともできるのかなって思います。はい。そうね。なるほど。そうやね、どうしたらいいかっていうところのお話をすると、こういう系の色にはこんな色を合わせるといいっていうのはね、実は答えがいっぱい出せてしまうんです。で、かなさんがこういう雰囲気のものを作りたいなとか、こういう系統が好きだなっていうのがね、もしあれば、じゃあその場合だったらこういうトーンがいいですよとかっていうことが、明確にね出せるんですけれども、そこをちょっと探してみてもいいかもしれないなと思いましたね。今ある現状の毛糸でいうと、このふんわりしっとり力強いのあたりがすごい多いから、この辺の雰囲気のものは作りやすいってことだよね。はい、そのトーンに限定して、ふんわりのトーンの中の色かなと思うのだけで作れば、ふんわりのイメージはすごく作れるし、それを力強いのトーンでやっても全然うまくいくと思う。その
ね、この色にはこういう系っていうのは、うん答えがやっぱりねたくさん出せてしまうう分、んどうしたいかのところがうん決まると、うんうんうんすごく幅広くいろんそうなだねテイストが作れるかな。そうだね。アドバイスもしやすくなるね。うん、うん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 。はい、じゃあ次。はいニックネームりんごちゃんさんのケイトコレクションです。はい。うん。ですりんごちゃんね、りんごちゃんは、うん、結構鮮やかなそう色もあるし、あるね。うんこのねどっちかっていうと上の方かな、うんトーン表でいうそうと、だねふんわりフレッシュポップ、うん、そうね。私のうんコレクションと似てちょっとる感じだ。近い感じ、する。なんかこう暗めのトーンがねうん。見当たらない感じですね。そうだね。明るい色が好きそうんうんう。うん。で、うん。特に多いのがふんわりと、んその次がポップかな。とにかくこう明るめっていう特徴が見えますね。本当にね。わかりやすい。わかりやすい。うんで一つのトーンに集中して、色を選べば、そのトーンのイメージが出せるから、この中でふんわりだけを選べばすごいふわっと白っぽい感じもできるし、こう発色のいいのだけ集めてもらったら、もうポップっていうイメージのものができるかなと思います。で逆にそのかっこいいとかね、ちょっとその強いぞみたいな感じのは、そうやね、ちょっと見当たりづらいかなって感じですね。はい。はい、りんごちゃんのお悩みは、2色の組み合わせ良くても3、4色になると事故る。完成を想像できなくて進まない。可愛いと思って買ったケイトの使い道に悩む。だそうです。はい。明るめのトーンが多いので、先ほどのお話のように、こう1個のトーンに例えばふんわりトーンだけとかって限定してもらうと、3、4色使っても、多分ね大きな事故にはならないと思います。でもう一つは、トーンを超えて組んでも、あまりね失敗しづらいんじゃないかなと思う、ラインナップでした。なので心配だったら、ふんわりをベースに、もうちょっとこうね鮮やかさのあるトーンから1色足すとか、2色足すとかっていう感じで作ってもらってもいいのかなと思いました。確かに。あとなんか無彩色を入れるっていうのもいいよね、全然ね。そうよね。合合うかと思います。白とかね、ライトグレーとか。無彩色って分かんなかったね。モノトーンやね。明るめのモノトーンを入れてもらって、そのふんわりのイメージが崩れないぐらいの明るさをキープしてもらえたら、まとまるかなと思います。じゃあ最後、ニックネームのれんに腕押しさんのケイトコレクションです。はい。ですね、こう大きく分けると、2つのトーンが多いかな。1個はねふんわりトーンですね。もうこのあたり右の方にあるのが結構ふんわりトーンが多いかなと思います。確かに。優しい色合いで、もう一つがね結構ね、雰囲気が違ってこうポップで、深みもところどころ混ざってるけれども、割と鮮やかめ、発色強め系のが結構多いよね。多い。こっちの右下はふんわりかな。ふんわりが多い。ちゃんとこのケースごとに分けられてる感じする。ね。確かにちゃんと分かってる感じがしますね。トーンもすごく細かくたくさんのトーンを持っているっていうよりは、割とお好みとか系統がこうはっきりともうこことここみたいな感じで分かれているのかなっていう印象を持ちました。私の場合ビビッドな色が好きなのですが、同じ系統の色だと思っても色が少しくすんでたり暗かったりするのに気づかないことがあるので難しいです。例えばこのピンクはこの水色に合うのにこっちのピンクは合わないんだなとだいぶ編み進めてから気づきます。なるほど。これは結構今日の内容がもうダイレクトに活かしてもらえるかなという気もしまして、でよくご自身の好みが分かってらっしゃる、でビビッドが好きで、だけどそのビビッドの中にもちょっとした違いで、多分これとこれは違うなとか浮くなっていう感覚をもうすでにお持ちなので、
そういうこれは同じグループそうだなっていうトーンの仕分けを、自分の持っている毛糸でしてもらうといいかなと思う。でその中で組み合わせてもらうとやっぱり合うね、相性がいいと思うので、今日使った6つのトーン表よりも、さらにこうね細かく分けることができそうなので、ビビットなんだけどちょっとくすみビビットとか、ちょっと暗めビビットとかっていうのを作ってもらって、グループ分けをしてもらって、その中で組み合わせるっていうことをしてもらってもいいかなと思いました。だいぶ編み進めてからにわかるこれはあるある。どうするの？ほどくの？ほどく。私はほどく。絶対ほどく。ちょっと早めにじゃあ分かると便利かな。便利だけどなんかこう毛糸の難しいところでもあるんだけど、やっぱなんか編んでみないと分からない。合わせるって言ってもこうだんだんに合わせるのか、例えば2本を引き揃えて合わせるのかとかでも変わってくるし、そうだね、この辺難しいね。確かにね、難しいところではあるな。そうか、だから編み方でも違うから、だんだんだとその一色一色が分かりやすいけど、その2色引き揃えてるのはあれこう色がミックスするみたいな。そうミックスされちゃう。それはちょっと混色のそうだね知識のところやね。そう、配色とまたちょっと別の話になってくるね。そうか、それはそれででもそういうの好きな方も多かったらまたね、そういうのもやりたいね。なるほどです。はい、今回は毛糸を実際にトーン別に分けてみたり、皆さんから送っていただいた毛糸のコレクション写真を使ってお好み分析もしてみました。ちーちゃん、今日はどうだった？こうしてトーンを意識してもらうだけで、皆さんの自分の配色の基本とか基準っていうのが整理されて、配色上手に一歩近づけるとすごく思いました。でこういうことを知るのもすごく大事だと思うし、でさらにこの理論を覚えるだけじゃなくって、実践で体感してもらうことがすっごい大事かなって思います。皆さんも自分の手持ちの毛糸はどのトーンが多いのかなって一度仕分けしてみてくださいね。今回作ったこのトーン表はダウンロードしていただけるようにしておくので、概要欄からご覧ください。今日はトーンの話中心でお届けしたので、次回は色相とか、色合いの話をしたいなと思います。でいつも単色使いばっかりになる人とか、あと多色たくさんの色を使うとなんかいまいちになるなって方には必見の内容になるんじゃないかなと思っています。でまた皆さんの配色のヒントになったらとっても嬉しいです。はい、それから皆さんから募集した毛糸のコレクション写真を使ったお好み分析、もし好評だったら今後も続けていきたいので、グッドボタンやコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。これからも一緒に色で遊んで、さらに編み物を楽しんでいきましょう。ではまた次の動画で。バイバーイ。すごい深い。でその量に対して、そうやね、近い救急車が通り過ぎるまではダウンロードちょっとこれ写真撮っていい？で私ちょっとFacebook に上げといて。グダですが。Tell me what's shaking.